それ3棟一気に潰れちゃったんですよ、初めて買ったハウスが。いわゆる虚偽の5分の1から6分の1くらいまで落ちてしまって壊滅的な状況になったというのが、だから本当にストレスだらけの人が作ったものと、幸せに仕事してる人が作るものでやっぱ差が出ると思って、私今、タイに3年半、住んでいるんですけども、ここ 1,2 年で、美人トマトもすごく皆さんにタイ在住者の方であれば、すごく皆さん知っているトマトだと思うんですけども、その中で美人トマトがここまで来るまでの道のりの中で、大変だったこととか、アクシデントとかっていうのもたくさんあったんじゃないですか？そうですね、めちゃくちゃありました。めちゃくちゃありました。はい。めちゃくちゃいっぱいありました。最初からで言うと、それこそ今でこそちゃんとしたハウス建てて栽培やってるんですけど、最初はもうこんなちっこい竹で編んだハウス作ってやったんですよ。で上に山よけのプラスチックだけつけて、横はもうオープンみたいな、無法地帯で、最初僕さっき申し上げた通り農家出身でもないし農家の知り合いもいなくて、日本で農業研修って半年だけやってきたんですね。もうでトマトなんて正直ちょろちょろっと適当にやってきただけだったんですよ。本当に。そうなんですか？ちょろちょろって適当にやってきたから全然知らないですよ、トマトも。だけどトマトだからタイでやっちゃうっていう勢いできたんですけど、本当に教科書見ながら日本からいっぱいトマトの大辞典みたいなの買ってきて、こんな分厚いやつとか、そんなの毎日農場で見ながらこうやろうみたいなことをやって、最初試験をしてから会社で自立に至るんですけど、その過程の中で本当にど素人だからいろいろ分かってないんですよ。当時まだ27歳だし、で最初に建てたハウスは竹だったんですけど、竹は散々な結果です。なぜならこんなめちゃくちゃ暑い国なのに防虫ネットがないから虫入り放題なんですよね。竹ってそうですよ、竹で編んでも虫入り放題だから、もうトマトの葉っぱとかトマトとか食い放題で、トマトの時ってやっぱり虫を媒介して移る時っていっぱいあるんで、もう散々な目にあるんですけど、それにあってからよしじゃあちゃんとハウス建てようと。今度は昆虫、日本だったらパイプハウス建てるじゃないですか、金属で建てますよね、アルミとかなんだけど、そこまでお金かけられなかったんで、じゃあその辺の建材屋で売ってるセメントの柱と、あとは鉄材買ってきて溶接して作っちゃおうというので、ローカーの人たちに頼んでやったんですけど、最初3棟建てたんですよね、それを、結構ちゃんとお金も払って、で間口6メートル深さ48メートルくらいのハウスを作るんですけど、できていい感じなんですけど、実はその基礎にセメントを打つの忘れちゃって素人しかいない大丈夫でしょみたいな、全然よく立ったねで、そこに気づくこともなく、それがリスクとも、セメント打たなきゃいけないということすらも思い浮かばずやったんですけど、それが実は僕は一回それ建設が終わった後に日本に一時帰国して、ちょうど帰ってきてスワンナプーム空港でインターネットつながったなと思ったら、動画が送られてきてて、みんなでこうハウスを倒れないようにって頑張ってるのがやばいとこ倒れたら危ないから、これもう倒すしかないと。でもう倒してもらったんですけど、それ3棟一気に潰れちゃったんですよ、初めて買ったハウスが。まず1個目の大アクシデント、それです。初めて3棟を倒す。その後やっぱり素人でタイ人の方の部下を当然解説したら4名いるわけなんですけど、指導していくんで、日本からなんか農業指導者みたいな人が来たと思ってたら素人なんですよ。農学部も出てないで、みんなスタッフの若い子たちだから言うことなんかいろいろ僕が言ってることは合理的じゃないことが農業的にはたくさんあって、だから彼ら的にはなんか本当素人が偉そうに言ってる、なんか知らないやつがいろいろ見ながら言ってるぞみたいな、そうなっちゃったんですけど、一生懸命やってくれたんですけど、本当にそれでなかなかうまくいかない時期があって、そのタイミングって実はトマトを美味しく作るために比較的そのトマトの木をちっちゃくて細く作って糖度を出すために結構ストレスをかける方法で栽培したんですね。トマトってストレスがかかると甘くなる。聞いたことあります。その方向で僕は素人ながらやってたんですけど、タイ人の子が確かに見たら、農業の女子から見たら、これ窒素って言って肥料の三大要素、窒素、リン酸、カリってあるんですけど、窒素がもう全然足りてないと。だけど僕は翔っていう名前なんで翔さんって言われてるんですけど、もう翔さん全然窒素やらない、このまま行こうとしてる、トマト死んじゃうっていう状況で、今日もこの人素人
で勝手に窒素肥料をガンガンやっちゃったっていう時期があって、へえ、対人スタッフ。そうなんです。あえてその窒素を効かさずにやってたんですけど、ガンガンやってしまって、だけど窒素ってあげると、その隆々とトマトは育つし、緑になるし太くなるんですよ。だからほら良くなったじゃんって言われて、いや見た目はねって木を売るんだったらいいけど、美味しいトマトを作ろうとしてるんで、素人なりにそのコンセプトはもうあったから、だよと、真逆のことやってるよと、最後じゃあ果実食べてみようと思って食べたらめちゃくちゃまずかったってことが起こって、まずかったんですね。しかもめちゃくちゃまずかった。やっぱり案の定まずかったんです。めちゃくちゃまずいんですよ。トマトはたくさん取れるし大きくなるけどめちゃくちゃまずいですね。本当に味と生産量というのは反比例なんですけど、そういうゆえに本当に素人なのに社長としてこっちにまずは来たので、それでやっぱり部下の人に信頼してもらうっていうことはすごくやっぱ苦労したというか、最初は全然できなかったですよね。全くもってできなかった。信頼してもらえなかったからスタッフが僕に言わないで、僕が見てないところで勝手にやってほらねっていう事態が発生しちゃったっていうのがあります。だからもうそれなりにやっぱりその分野とかその自分が管理すべきことはやっぱりちゃんと勉強してから言わないとみんなに迷惑がかかる。ちゃんと勉強して詳しかったとしても、相手にそれを信頼されなかったらこういうミスが起こるなっていうのはすごく感じましたね。なるほど。でもそういうの昔話として話したかったんですけど、最近でも全然起こってるんですよ。そういうことっていうのは。コロナでその県を越えた移動がなかなかしづらくなってしまって、特に去年の3月から、僕は基本的にはバンコクにいるんで、僕が農場に行くことっていうのはなかなかそのディープレッドゾーンですから、ここって行けなくなっちゃったんですね。地域がやっぱり嫌がるというところがあってですね、たとえ県が規制しなくても地域の人たちがやっぱりそういう危ない地域から来るのは来ないでほしい。でスタッフも嫌がるし地域の人も嫌がるんですよ。でいちいち地域の人に報告しなきゃいけないみたいなのがあって、バンコクから人が来る、そういうのもあってほとんど行かないようにするんですけどね。もう一人チェンライ農場で、うちはペッチャブンっていうところとチェンライってところに合計2つ農場あるんですけど、そのチェンライ農場のマネージャーが両方の農場行ったり来たりして管理するんですが、このコロナの規制でやっぱり彼ももう一つの農場に行けなかったんですよ。でその間に任せていたタイ人のスタッフの子が発生していた問題に気づかなかったか気づいてたかわからないんですけども、それをちゃんと正確に報告しなかった、いわゆる虚偽の報告あるいは事実を隠してしまったということがあって、それでものすごくその農場の生産量が予定していた5分の1から6分の1くらいまで落ちてしまって壊滅的な状況になったというのがごく最近ありました。この2年の話なんですが、まだそれはちょっとで全然さっきの信頼とかとは違う話なんですけど、でもやっぱりその外国人の管理者がローカルのスタッフの方を現場で管理するのも大変ですけど、そのリモートでマネジメントする、これっていうのはやっぱり並大抵のことではないし、現場に行けなくなってリモートでマネジメントする体制っていうのは僕らも万全に取ってきたつもりだったんだけど、やっぱり一個虚偽の報告があると崩れてしまうっていうところがあってですね、非常に長苦になっているか、それをもって体制をがっつり変えて、信頼できるスタッフをそれぞれの農場に、ローカルのスタッフを配置して確実な情報を取るという体制に切り替えましたね。なるほど。事件はやっぱり現場にあるんだというのを実感してます。農業は特にもう現場仕事なんで、僕がどんだけこの社長っていう役割からどんだけ何を言おうと、現場の子たちがやってくれない限りは当然できないんで、その点でいうと現場の力っていうのは本当に農業分野は大事ですよね。工場とかもきっとそうだと思うんですけどね。そうですね。生産をちゃんとしっかりと見に行くっていうのもやっぱ大事ですよね。大事です。基本的には現場のスタッフが最終的な製品をやっぱり作るんで、この現場のスタッフをしっかりマネジメントする。で彼らがやっぱり不快な気分で働いててもやっぱりいいものはできないですね。特に農業なんてトマトの生き物ですからね。だから本当にストレスだらけの人が作ったものと、幸せに仕事してる人が作るものでやっぱ差が出ると思うので、その点やっぱり現場、もうとにかく現場だなっていうのは感じますね。弊社も人材紹介をしている中で、よくその社員の人が急に辞めてしまうだったりとか、次の日来なくなっちゃうとかっていうのもよく聞く話ではあるんですけども、そういったエピソードとかっていうのはありますか？ありますね。あります。うちの実際に社員であったことなんですけど、
ちょっと慢性的に体調が悪い社員の子がいたんですね。本当に日々ルーティン業務をしっかりこなして、よくやってくれてるなとは思ってたんですけども、ある日突然ちょっと話があると、その話があるってワードは僕ら的にはまたっていうのがあるじゃないですか。話があるってあって、今日時間ありますかって書いたんで、今いいよという話をして、ただもうその場で辞表を持ってきたんですね。で辞表かと思って開けてみたら「今日が最後です」って書いてあるんですよ。それは当然個々人の人生があるんで、人生の決断なのでそこは尊重すべきだと思うんですが、今日かと今日ですもんね。今日か、しかもそれ4時くらいです。今日4時くらい今日のやってるの、で今日なのっていうのを聞いて、今日ですと、今日実はもう明日から他の仕事をやらなきゃいけないから、今日やめないといけない、明日からもうちょっと来れないです、だけど全部完璧に引き継ぎもやっときました。1ヶ月前くらいからみんなに言って全部完璧にこなしておきました大丈夫です、それすごいですねって言ってたんですね、だったらいいよと、じゃあ全部大丈夫なんだねと、でも次に働く人決まってないから困っちゃうじゃんと、それはどう思うって言ったら、みんなにも引き継いだから大丈夫、もう根回ししといたからみたいな。そうで、結果後で聞いたら全然してなかったしてなかったんですね。脳引き継ぎだったんですけどで理由はどうしたのと言ったら、ファミリービジネスをやることになってから明日から行かなきゃいけないんだよね、そっか、何やるのって聞くとあんまり具体的に出てこないから、もうちょっと怪しくなってきて、いやでも本当は辞める理由があるんじゃないのっていう話をしていたら、そしたら途中でわーって泣き出してしまって、なんかあったんだと、きっとと思っていろいろ聞いてたら、もともとその慢性的に体調不良だったので、よく病院行ってたんですよね、でタイは3日目からドクターサティフィケートを出さなきゃいけない休みだと、2日目までだったらいいんですよ。だから心配になったんですよ、単純に僕は。なので、2日まではいいんだけど、できれば病院行ったらその診断書出してよと、実際に状態も知りたいし、どういう病名なのか知りたいからって言ったんですね。それでも何度聞いても出てこないから何度も言ってたんですよ、そんなにプレッシャーかけてるつもりはなかったんですよ、だけどそれがすごく嫌だったっていうことを言ってて、私のことをもう全然信じてくれてないんですねって、僕はただ健康に配慮したかっただけなんです、本当に本心は。彼女をコントロールしたいとかじゃなくて、健康に配慮してしっかりと把握した上で仕事を一緒にしていきたいと思ったんだけど、彼女はすごくコントロールされようとしてるというか、信じてもらってないみたいなところで、それが一番嫌だったって言って大泣きされてて、こういうことは起こるんだなと、こっちの意に反して良かれと思ってやろうと思ったことが本人にとってはすごく嫌だってことは起こり得るんだなっていうのはまずありましたね。なるほど。そうでその後はもうなし崩しに僕の嫌なところがいっぱい出てきてこれは多分タイあるあるだと思うんですけど、いやそれもっと言ってくれればよかったのにと思いつつ、タイあるあるじゃないか、もう上司部下あるあるだと思うんですけど、ちょっとタイあるあるとしては、もう本当に辞める時ってのはもうすでにオーバーフローしてて、散々嫌なところがたまった上で辞めるっていうのがあると思う。いや別の辞め方もありますけどね、僕の場合は多分そうだったんですよね。でもすごい僕の悪いところいっぱいガーって出てきて、最初真摯に反省して直そうとしたんですけども、結果関係性が悪くなってしまって、会社の器物を持ってかれてしまったという事件がありました。結局帰ってこずだったんですね。そうなんです。ちょっと苦い思いですけど、いやでも今迫田さんのお話聞いて、結構それあるあるだなって思って、そのこっちとして意図したことが相手に対して別の伝わり方をしてしまったりですとか、そこ不満が溜まった時にはもう次は退職のステップにも実は入っている、決心をすでにしているみたいなっていうのは、結構聞く話だなっていうのもありますし、基本はみんな決めてますよね、やっぱ次はね。そうですね。結構実は辞めようと思うんだけどどうしたらいいかなみたいなっていう相談ベースで上がってくるっていうことは少ないかもしれないですよね。スタッフとの大変だったことを今お伺いしたんですけども、逆に一緒に働いてみて良かったこととか、感動したこととかっていうのは何かございますか？そうですね、感動したエピソードとしては、ちょうど去年コロナが始まったタイミング、美人トマトは一番苦しい時期あったんですよ。タイのトマトの季節ってその寒気
まあ、大体12月から、まあ、11月から3月くらいまで、まあ、その時期がトマトのハイシーズンなんですよ、収穫量も多いし味も美味しい時期っていうのがあって、でその後6月から10月くらいまではすごく雨の季節になるんで、まあ、味も落ちるし生産量も落ちるっていう時期があります。でちょうどコロナが始まるタイミングって毎年大体3月末から4月頭なんですよね、今のところ。最初もタイのロックダウン入ったんで3月26と27とか、で去年も同じタイミングで4月頭からバッサリロックダウンしたっていうのがあって、そのタイミングって美人トマト最高にトマトたくさんいっぱいある時なんですよ、売り時で。そのタイミングで飲食店さんロックダウン制限が入っちゃうんで、まあ、突然何百キロトマトが余り出したりっていう状況の中で、まあ、ちょっと懐事情が苦しい時期っていうのは一時期あったんですけど、そのタイミングで解雇してしまったスタッフが一人いたんですけども、まあ、彼にですねまあ、会社の都合で本当に辞めてもらわなきゃいけないという話をした時に、まあ、本当に全くもって会社都合だし突然の通達だったんですけれども、まあ、その彼が、まあ、僕より全然年上の男性の従業員ですね、バイク便でメッセンジャーやってくれてるスタッフだったんですけども、全く嫌な顔だとか全く介護手当どうしてくれるんだとかそういう話とか全くなしに、もうとにかく今までありがとうと、この会社が大好きだし、まあ、翔さんのことも愛してるし本当に大好きだったよと言ってくれて、その場でひざまずいて手を握ってそれを伝えてくれた人がいたんですね。で本当の真意はわからないんですけども、その時に、まあ、彼とは仕事をする中でもいい関係は保ってたんですけど、なかなか僕もタイ語はそんなに上手じゃないんで完璧にコミュニケーション取れたわけじゃないんですけど、まあ、その時に感じたのが、いや本当にタイの方々って敬虔な仏教徒の方もいらっしゃいますしいろんな宗教の方いらっしゃいますけど、すごく何か信じたものに対して信じた人に対してその忠誠を尽くすというか奉仕するみたいな心がやっぱりすごく強い人たちなんだなと。で、まあ、彼が本当にどういう心境でそれをやってくれたのか分かんないんですけど、それでもう感極まって僕も泣いてしまったし、その通訳で入ってくれたスタッフも泣いてしまって、まあ、すごく感動したというか、まあ、申し訳ないと合わせてこんなことってあるんだっていうのは一つありましたね。僕は悪いところよりタイの人の良いところの方が本当に圧倒的に目につくタイプというか、多分意識的にそっちを見てると思うんですけど、まあ、例えば、まあ、言われたことをきっちりこなしていく、この能力はやっぱりあると思います。非常に日本人だったら飽きちゃうような理不尽な面倒くさい仕事とかも、まあ、しっかり自分のそれが職務だったらきっちりそれはこなすっていうのはあると思います。まあ、一方でそこまでで終わりみたいなところはあるけどそこもおしゃれなところでありますけど、まあ、それ以上は工夫してやらない人、まあ、それは人によりますけどね。仕事とプライベートこれをうまくやっぱり自分でちゃんとコントロールしてるというか、そうですね、日本の人はやっぱほとんどワーカホリックに近いというか、仕事大好きで仕事にバランスが偏る人は比較的多いと思うんですよ、特にタイに来ている方で、そんなに友人関係がなかったりだとかご家族も日本におられて、まあ、本当に仕事一辺倒って方も多いと思うんですけど、タイの方って僕が見てる限りもう仕事で体を壊してダメになる人ってほとんどいないというか、あんま聞かないですね。うちのスタッフも8時半出勤5時半終わりですけど、まあ、残業なんかしたりしますけど、まあ、しっかり自分の時間確保して仕事も楽しむしプライベートも仕事でたとえ何があろうがプライベートはしっかり楽しんでる感じがあってですね、まあ、例えばですけど日本人って比較的お酒を飲みに行ってそこで会社の上司の愚痴を言うみたいなとこって、もうカルチャーとしてあるじゃないですか。そうですね。で僕それをタイ人のそれは聞いたことないんですよね。お酒飲み行ったらとにかく友達と楽しむだけ、絶えもない話をして仕事の愚痴はずっと言って飲み続けるみたいなことはないですね。そう確かにその辺はすっきりした人たちだなっていうのはあるんですね。気持ちがいいですね。なんかよく聞く話が、面接に彼氏彼女を連れてくるみたいなのも、まあ、結構お客さんから聞いたりとか、弊社もそういうところがあるんですけども、そういうのってありますか？いやめちゃくちゃあります、めちゃくちゃありますか？面接もそうですし、まあ、面接にまあ、女友達がついていく面接に彼女が一緒に来る、これはざらにありました、で、まあ、面接まで一緒の場合もあるそれはかなりニュータイプですね。もうすでにいるっていうパターンもあるし、まあ、別の部屋で待ってるパターンなんですけど、まあ、日本だったらまずないですよね。ないですよね。これは全然普通にありますね。例えばそうですね、仕事もありますよね。仕事に彼女が来てるとかそれはすごいですよね。例えばですけど、なんか知らん人が混じってるなみたいな時に、誰って聞いたら誰々さんの彼
女誰々さんの彼氏、はい、なんか最近仕事がないくて来てるみたいとか、仕事早く終わったから迎えに来て手伝ってみたいとか、それはちょくちょくやっぱありますよね。あとはなんかイベントとかでブース出店してたら、知らない人がいて誰だろうと思ったら彼氏です一緒に言ってくれてんのみたいなすごい優しいって言ったらいいかあれですけど、だからそういう日本でいうとなんかありえないというかあまりないんですけど、でもなんかタイって会社もなんかどちらかというとファミリーみたいなところがあって、大きな会社だとちょっと分かんないですけど、僕らみたいな零細だったり中小会のところだとやっぱりファミリー感を好むタイの方っていうのはすごい多いと思いますね。関係性がすごい密でねっとりウェットな感じだと思うんですよね。で日本人って結構仕事の場でドライじゃないですか。ドライに管理するし、仕事は仕事、プライベートはプライベートみたいな、そこは結構僕はタイの人は人によるとも思うんですけど、どちらかというとやっぱりウェットな管理、ウェットな会社と人間関係づくりの方がやっぱりタイには僕は合ってるんじゃないかなっていうのは思うんですね。そうするとなかなか規模の拡大とかいろんな難しい問題も出てくるんですけど、だから僕はどちらかというと今意識してるのなるだけウェットにいいですね、関係性をタイのスタッフの子たちは築いていこうって思ってますね。最初のこのトマトの営業戦略について、その営業の最初の初動みたいな、どのようなアクションで最初に切り込んでいったかっていうところもお伺いできればと思います。はい、そうですね。最初は本当に創業当初とか生産量少なかったんで、ごくごく一部のスーパーマーケットさんとか、あと卸